日本では当たり前のことが他の国々ではそうではない。しかしそれがもし命に直結することであったらどうでしょうか。今回はこんなにもひどいのかと皆さんが驚いてしまうような悲しくもリアルなネパールの病院事情について詳しく深掘っていきたいと思います。Namaste everybody, Guy-san is here. ということで今回はネパールのアチャンマな病院事情についてご紹介していきたいと思います。いやいや、アチャンマってなんやねんというところだと思うんですけども、こちらネパール語でありまして、驚いた、マジか、本当にみたいな感じの表現で使われます。なのでびっくり仰天、病院事情ということになりますね。長寿の国として生活している私たち日本が受ける医療は最先端でとっても充実していますよね。世界でもトップクラスの健康寿命を実現した日本の医療は海外からも高く評価されています。しかし残念なことに日本の当たり前が世界では特に発展途上国では当たり前ではないんです。後発発展途上国のネパールの病院事情とは一体どうなっているのでしょうか。そしてどんな医療が受けられるのでしょうか。今回はこのテーマについて深掘っていきたいと思います。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄の方で応援してください。またガイさん公式 LINE も作っております。こちらではネパールについて何でも聞き放題ですので、いつでもご連絡ください。それでは早速内容に入っていきましょう。旅行先で病気になったり事故に遭ったりして海外の病院へ行ったら大変なことになったなんて経験談をよく耳にします。ネパールでも旅行者向け、裕福な人向けの病院もあるのにはあります。しかし外国人のお医者さんがしっかりと在籍しているっていうところもあって、そういうところはとても安心できますよね。でもそういったところでもネパールの病院のシステム自体にびっくりさせられたり、ネパール人の一般家庭が行く病院の質に悲しくなったりと、日本ではできない体験が待っています。実際にネパールの病院にはプライベートとサルカリと言われる私立と公立の2種類の病院があります。医師は首都であるカトマンズに集中していて、地方では深刻な医師不足という問題があります。そういった貧しい地域の方々は呪術師を頼ることも多く、科学的な医療ではない医療方法を受けるネパール人も多いんです。実際に私の運営している団体のネパールのメンバーもですね、もうお尻のところに大きなおできができちゃった時があったんですね。でこれはもう手術して取り除かないと体に悪いってなった時に、なかなかお金を工面することができなくてですね、呪術師さんに、お祈りみたいなのを受けてですね、市販の薬をもらったんですけども、もちろんそれじゃ、うまくいかないですよね。よくはならなかったんですよ。なので、そこは、みんなでちょっとお金を出し合って病院へ行くっていう選択方法を選んだんですけども、やっぱり病院が発達しない地域だと、呪術師さんに頼らざるを得ない、神頼みっていうところになってしまうっていう部分もあるんですね。ではなぜ今のようにネパールでは首都カトマンズに、お医者さんが集中し、田舎のような地域にはお医者さんがいないのでしょうか。単純かつ重要な問題なんですけども、そもそも国民の現状に政府が目を向けていないということが大きな理由の一つです。医療だけでなくインフラ、仕事に関しても政府が国民の生活の質を改善していこうという努力が残念ながら見られないのが事実なんです。その背景には未だ根強く残るカースト制度の名残があります。カーストの高い政府関係者がカーストの低い国民たちにもっといい仕事を、もっと医療をなどとも考えはしないものなんです。ここからは実際にネパールの医療事情っていう部分を皆さんにお伝えしていくんですけども、淡々とお伝えしてもですね、これは本当に悲しい内容になっていきます。なので今回は悲しいっていう部分だけに焦点を当てるのではなく、そうなの？驚きとか発見っていう部分にも焦点を当てながら皆さんにお伝えしていきたいと思っていますので、楽しみにしていてください。それでは一つ目のアチャンマ、ネパールで病院にかかる際は、朝5時から病院に並んで診察のチケットを得る必要があります。もちろん病人自身が早朝から並んで 2,3 時間並び続けるのは難しいので、親族や友人が代理で並びます。並ぶための椅子があるところもありますが、外で立ちっぱなしで並ばないといけないというところもあります。 2,3 時間並んでやっと自分の番が来たという時に、今日の分は終了ですなんて言われることもあるんですね。もちろん並ばずに見てもらえる小さな病院はすっごい高額な病院などもあるんですけども、一般的なネパール人が行く病院は朝から並んでチケットを取っていくのが主流となっています。
新型コロナが流行していた時もネパールに中国からワクチンが入ってきたのですが、ワクチンを打つために8時間も並んだよなんて話も聞きました。もちろん椅子や屋根もなく割って入ってくる嫌な人を防ぐために前後の人とぴったりくっついて並んでいきます。健康のために行列に並んでいるのに、こんな状況じゃ逆に体調を崩しコロナが移ってしまうよっていう状態なくらい行列なんですね。ではお次、ネパールの病院アチャンマ2つ目は、入院しても食事が出ません。日本では栄養管理された食事が患者さんの状況に合わせて時間通りに提供してもらえますよね。それは当たり前のことではないんです。ネパールではそんなサービスはないので、親族や友人が毎食届けないといけません。もちろん栄養管理も患者、家族が自分たちで考えて行っていきます。お医者さんが的確な栄養指導をしてくれることもありますが、さらにアチャンマなことが起きたりもします。それは新人の医者さんとかに出会ってしまった場合に、もうトンチンカンな診察をしてトンチンカンなアドバイスをしてしまう場合もあったみたいなんです。これは実際に私の友人に起きたことなんですけども、タンパク質を控えないといけない友人に手術直後に新人医師がゆで卵とひよこ豆とお肉食べなさいねとタンパク質オンパレードの食事を指示してきたのです。純粋で知識がない患者さんだったとしたら、これがタンパク質だよっていうことを言えずにですね、それを食べてしまって病状が悪化するという一大事になるところでした。これを聞くとですね、やはり家族愛とか家族の絆っていうのがいかに大事か分かってきますよね。毎日病院に通ってご飯を持っていく、しかもそれがしっかりと健康状況に合ったものでなくてはならない、そんだけ人のことを思って行動できる人っていうのがネパールでは求められてくるんです。ではお次、ネパールの病院事情アチャンマ3つ目は、治療に必要なものは全部患者さんが準備するです。準備する？どういうことと思うかもしれないんですが、治療に使う薬だけでなく手袋、注射器、手術に使う缶など必要になった時に医師から処方箋のような紙をもらいます。そしてそれを持って自分たちで薬局に買いに行くんですね。それをもらって初めて治療をしていただけるんです。そう、ここまでお話ししてお分かりいただける通り、ネパールでは一人で病院に行って治療を受けるっていうのが難しいんですね。並んでくれる人、治療に必要なものを買いに行ってくれる人が一人は必要です。治療に必要なものによっては近くの薬局では手に入れないものもあるので、あちこちと探し回る羽目になることもあります。治療とか手術で使うものはもう緊急なんだから病院で準備してよって私たちなら思いますよね。でもそれが普通ではないのがネパールなんです。さらにこれはね、本当に落胆する、やめてくれよって思うんですが、それは医師と薬局が賄賂でつながっているところなんです。同じ薬、器具であってもこっちの薬局よりあっちの薬局の方が安いなんてことは普通にあります。でも特に高いものを買ってこないといけない時は医師が薬局をわざわざ指定してくるんです。そう、なぜなら高いものを買ってもらうことでその一部の何%かが医師に入るようにつながっているんです。なのでこの薬局選んだねみたいな感じで賄賂が入っているんですね。でも私たちも黙っていられないですよね。お金がないんだったら、いやあっちの薬局さんの方が安いよ、あそこで買わせてくれよなんて言った時には、お医者さんからしたら、じゃあ私の治療は受けなくていいですってなるんです。ひどくないですか？こんな風に患者側はですね、もうネパールのお医者様々状態にならざるを得ないんですね。聞きたいことがあっても、医者は私だ、あんたは医者なのかと質問することさえ許してくれない医師もいます。もちろんみんながみんなこんな高飛車なわけではありません。親身に優しく対応してくれるお医者さんもいます。でもネパールの深刻な医師不足から良い医師たちはあっちこっちと大忙しで、庶民を見る医師は新人だったり庶民を下に見る医師だったりするんです。続いて4つ目のネパールアチャンマ病院事情は、付き添いが必要なシステムになっているのに付き添いが寝る場所がないんです。ネパールで個室に入院できる家庭はごくわずか、ほとんどが大部屋での入院となります。日本でも入院するときは患者1人ですが、治療も含め身の回りのことを看護師がしてくれますし、ナースコールで呼べばすぐに駆けつけてくれますよね。でもネパールでは先ほどお伝えしたように、付き添いなしでは入院も不可能です。なぜなら看護師たちは何にもしてくれません。何にもというところには語弊がもちろんありますが、体温、血圧測定、点滴などの処置はもちろんしてくれます。でも食事やトイレなどの介助、体位交換など身の回りのお世話はしてくれないんです。これを家族たちが補ってやっていかなきゃいけないんです。
介助は全部家族の仕事。手術室へ連れて行くのも、ベッドを移動させるのも全部です。それで24時間誰かが入院患者に付き添っていないといけないものなのです。それなのに付き添いが止まるスペースはないので、大部屋のベッドとベッドの隙間に薄いマットを引いて寝たりもします。患者が ICU に入っている場合は、家族は入れないので、廊下で寝るっていうことになりますよね。ICU に入っていても、いつ家族が呼ばれて、あれを買ってこいとか指示が出されるかわからないんです。それでネパールの安い公立の病院は野戦病院のように廊下にも人が溢れています。いやー、ここまで聞いても悲しい気持ちになりますよね。もちろん驚きもあると思うんですけども、僕もね、こう話していてどちらかというともう厳しい、悔しい、悲しい感情しか芽生えてこないです。で、私もこうネパールに移住することを目標に考えているので、僕結構ね、体壊しやすいんですよ。なのでね、その時すっげー不安だなっていう、本音はあります。では最後、ネパールの病院事情、5つ目は、摘出したものをタッパーに家族が入れて、それを検査場に持っていく、です。先ほどからお伝えしている通り、ネパールの病院では家族が付き添わなければならない状況になっています。それには検体を検査室に持っていく、診察結果を受け取って医師に渡すことも含まれています。検体を入れる専用の容器を病院が用意することはもちろんありません。検体のサイズ、大きな腫瘍なのか、小さい腎臓結石なのか、それに合わせて容器を買ってきて、それを医師に渡します。そこに薬品と検体を入れて付き添いの家族に渡すので、大切な家族の体から摘出されたものが入った容器を持って家族たちが検査室へダッシュするんです。それでネパールの手術室の前では花柄のタッパーに謎の物体が入ったものを持った人が右往左往しているのを見かけます。考えられますかね。もちろん深刻なね、メスを使うとかっていうものはもちろんそういうのはね、お医者さんたちがやるんですけども、自分たちでできるよなって判断されたものは家族たちがやらざるを得ない状況なんです。ここまで聞いて皆さん、日本に生まれてよかったなーだなんて思いませんか？正しい知識をお医者さんや看護師さんが持っていること、患者を見下さない環境があること、安心して入院ができること、これが当たり前ではないんだっていうことをぜひ頭に入れておいてください。この中でも頑張ってくれた医療従事者の方々に本当に感謝を感じる動画内容になっていたら私は幸いです。ただこうしてネパールの病院事情を話していると、いかに人と人との関係性が大事かなっていうことが皆さんに伝わるのではないかなと思います。日本で付き添いが必要になった時、何人の家族が、何人の親戚が、何人の友人が私たちについてくれるでしょうか。そんなことも改めて考えさせられる動画内容でした。カースト制度の名残、差別、貧富の差、問題は山積みですが、家族の絆が強く、親戚がたくさん、近所の人もみんな友達、そんなネパールだからできる困った時の助け合い。ネパールの医療はそんな方々の助け合いの気持ちで成り立っています。はい、お疲れ様でした。では動画の内容をさらっと最後に振り返っていきましょう。診察を受けるためには朝5時から行列に並んでチケットを買う。そして入院しても食事は出ない。栄養管理もしてくれない。治療に必要な薬、器具は患者、またはその家族が買いに行く。付き添いの人は床で一夜を過ごさなければいけない。そして体から摘出したものはタッパーに入れて自分たちで検査室に持っていく。皆さんももしネパールに住むのであれば、そんなことをしてくれる仲のいい友達をしっかり作っておきましょう。はい、お疲れ様でした。今回の動画はここまでとなります。これからも皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。ぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンの方で応援してくれるとめっちゃ嬉しいです。また皆さんの病院に関わる体験談などですね、コメント欄の方で教えてください。またガイさんの公式 LINE も作りましたので、こちらではネパールについて何でも聞き放題のサービスとなっています。いつでもメッセージ送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also.